はいどうも、海外テックのこれまじミントです。リナです。今日は AI が出した数学の証明を機械が1行ずつ検査して合格を出したという新しい種類の話です。機械が証明を検査？数字だけ先に言います。30年開いたままだった数学のギャップ。本人の投稿によると148分たった1回のセッション、使ったプロンプトは10ページ。30年148分10ページ、もうそれだけでこれまじ？しかも今回は証明の中身をリーンというソフトが機械的にチェック済みです。何が起きたのか順番に見ていきます。発端は UC バークレーで教えているカーガーさんという先生の投稿です。応用数学の博士号を持つ教える専門の先生だと本人が名乗っています。研究の第一線というより教える先生なんだ。そうです。その人が GPT-5.6 のソルプロというモデルを使って1996年から30年開いたままだった数学の問題に新しい定理を出しました。しかもその証明はリーンという形式検証ソフトでチェック済みで論文としてアーカイブに公開されています。 AI が証明したってニュース最近もあった気がする。オープン AI が自分たちで発表した CDC 証明のことですね。あれは今も第三者による検証もリーンのような形式検証もされていません。今回のカーガーさんの定理は CDC とは全く別の問題で、しかも本人自身が形式検証まで済ませて出したという違いがあります。問題を身近に言うと、目隠しで谷を降りる話です。谷底、つまり一番低い場所を探したいけど傾き、どっちが下り坂かは分かりません。できるのは今立っている場所の高さを1回ずつ聞くことだけです。それだけで谷底見つかるの？見つかります。ただし何回質問すれば十分かという回数が問題になります。これを専門的にはオラクル計算量、答えを一つ知るのに何回質問がいるかという回数と呼びます。谷の広がり方の複雑さ、つまり次元を D として答えの精度を D の平方根分の1くらいに合わせる条件で考えると D が大きいほど質問の回数も増えていきます。傾きが分かればもっと早く降りられそうだけど、その直感が今回の確信です。傾き、つまり勾配が見える場合と高さしかわからない場合とで必要な質問の回数がどれくらい違うのか、それが30年はっきりしなかったんです。カーガーさんが出したのは新しいアルゴリズム？もっと早いやり方を見つけたってこと？逆です。今回証明したのは加減。どんなに賢いやり方を考えてもこれより少ない質問では絶対に済まないという証明です。アルゴリズムを一個一個試して確かめたの？それだと終わりません。世界中のまだ発明されていないものも含めたあらゆるやり方を相手にする証明です。これより早い方法は存在しないと、存在しないことを示すので、一つの発明を見せる証明より地味ですが決着としては重いんです。派手じゃないけど実は一番強い一ってことだね。未来の天才が持ってくるかもしれない裏技まで先回りで通行止めにしちゃうんだ。数字で見ます。次元を D として高さしかわからない条件では1996年にクロタソフという研究者がおよそ D の2乗×ログ D の2乗回の質問で済む方法を示しました。それが上限ってことだよね。そうです。一方当時分かっていた加減は傾きが見えるもっと有利な条件から借りてきた D に比例するくらいの回数でした。上限が D の2乗、加減が D だけ。この間本当はどれくらい質問がいるのか30年間確定しませんでした。今回の証明でその谷間が埋まったの？埋まりました。カーガーさんが示した新しい加減は D の2乗を D プラス1のログで割ったくらい、さっきの上限とほぼ同じ大きさです。厳密には精度を D の平方根分の1くらいに合わせた場合の話で、ログが絡む緩やかな因子の差を除けば上限と加減がほぼ一致し30年のギャップがほぼ閉じました。それってつまり傾きが見えない場合、質問の回数は D に比例するどころかほぼ D の2乗回は避けられないということが確定したということです。勾配の情報には確かにそれだけの価値があると数字で言い切れるようになりました。それ GPT-5.6 に解いてって頼んだだけなの？違います。本人の投稿によるとカーガーさんはこの問題を1年ほど自分で研究していました。その蓄積をもとに専門的な設定を詰め込んだおよそ10ページ分のプロンプトを書いています。プロンプトの作り方自体、オープン AI が自分たちの CDC 証明で使ったプロンプトを参考にしたと本人が書いています。それを GPT-5.6 のソルプロに渡して本人の投稿によると途中で区切らず148分1回のセッションで証明の最後のピースを埋めさせました。148分
ジで？本人の投稿によると、そうです。使ったプロンプトの全文と実際のやり取りのログも GitHub で公開されています。このチャンネルは AI の数字を右から左に流しません。何が本人の申告で何が第三者に確認済みかをいつも分けてみます。気に入ったら登録しておいてほしいのだ。次に AI が新しい定理を出してきた時も一緒に確かめよう。さっきから出てくるリーン検証ってそもそも何をしてるの？証明の一行一行をコンピュータのプログラムのように機械が確認する仕組みです。ここで話が飛んでいないか、その一歩は本当に前の行から導けるかを人間の目視ではなく機械が全部チェックします。だから今回証明の論理そのものが飛躍なくつながっていることは機械のレベルで確認済みです。ただし最初の数学の主張をリーンの言葉に正しく翻訳できているか、そこはまだ人間の目が必要です。それに論文が出たばかりで専門家による査読もこれからです。機械のお墨付きでもまだ終わりじゃないんだ。リーンに書かれた前提から結論は論理的に導かれることは機械で確認済み、その前提外とした数学を正しく表しているかと専門家の外部レビューはこれからという2段階で見るのが正確です。本人自身の評価もかなり抑えたものでした。この結果自体突起化や最適化理論に全く新しい手法を生み出したわけではないと書いています。低いあるいは中くらいの難しさの問題に人間が取り組む意味は薄れていく一方、本当に新しいアプローチが必要な問題には研究者が必要という見方です。1年研究してた本人が言うんだから重みがあるね。しかも本人の投稿によると10ページのプロンプトと1年分の下準備があってこその148分です。専門家の積み上げがあって初めて AI が最後のピースを埋められたという構図です。そういえばオープン AI 自身が発表した CDC 証明を扱った回もあるから気になる人は概要欄からチェックしてみて。あっちは今もまだ第三者の検証待ちだったよね。そうです。今日の話と混ざりやすいのでここではっきり分けておきます。 CDC は今も未検証のまま、今回のカーガーさんの定理だけがリーン検証済みです。今日のまとめです。 UC バークレーで教えているカーガーさんが GPT5.6 のソルプロを使って1996年から30年開いていた数学のギャップを閉じる新しい定理を出しました。148分1回のセッションだったと本人は書いています。中身は加減の証明、傾きが見えない探索ではほぼ D の2乗回の質問は避けられないと確定しました。証明はリーンで形式検証済みですが、前提の翻訳と専門家の査読はこれからです。10ページのプロンプトと1年の下準備があっての148分というのも忘れちゃいけないポイントだね。そしてオープン AI の CDC 証明は今も未検証のまま、今回のカーガーさんの定理はそれとは別問題についてのリーン検証済みの新定理でした。このチャンネルは AI の数字を鵜呑みにせず本人の申告と第三者の確認を分けてみていくよ。訃報が出たらまた追いかけますね。ミントでした。気に入ったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。